タイトル、長靴のブート2。ミミちゃんが大切にしている黄色い長靴、名前をブート2と言います。ミミちゃんは雨の日が大好きでした。だって大好きなブート2とお出かけできるんですもの。その日も朝から雨が降っていたので、ミミちゃんはブート2を履きました。そしてお母さんに黄色のレインコートを着させてもらって幼稚園バスに乗りました。ブート2と一緒に幼稚園バスに乗るとちょっと不思議。いつもの道がまるで遊園地のゴーカートみたいにワクワクするんです。幼稚園は山の上にあります。バスは森の横を通り、橋を渡って上り坂を進んで行きます。ミミちゃんは冒険している気分になって景色を眺めました。幼稚園に着くとブート2は下駄箱に入ります。お友達の長靴もみんな色とりどりです。ブート2の右には赤い色、左には水色の長靴が収まりました。お昼ご飯を食べ終わってしばらくした頃、ミミちゃんのお母さんが車でやってきました。ミミちゃんにはまだ小さいちーくんという弟がいます。そのちーくんが熱を出してしまったのです。お母さんはちーくんを町の病院に連れて行くことにしたので、お家が留守になってしまいます。だからミミちゃんをお迎えに来たのです。ミミちゃんはちーくんが心配になりました。大慌てでお母さんの車に乗りました。車が走り出してしばらくしてからミミちゃんは気づきました。あまりに慌てたものだから上靴のままだったのです。ブート2を幼稚園に忘れてきてしまったのです。ブート2は幼稚園の下駄箱でミミちゃんを待っていました。でもミミちゃんは迎えに来てくれません。下駄箱にいた仲間たちも一人また一人と帰っていきます。やがてブート2だけになってしまいました。もう雨は止んで外は夕焼けです。きっとミミちゃんは用事があって帰ったんだ。そうだね。きっとそうだ。けど僕たちを忘れていっちゃったなんてミミちゃん困るだろうな。そうだね。きっと困るね。よーし、僕はいいことを思いついたぞ。それなら僕もいいこと思いついたぞ。自分たちでミミちゃんのお家に帰ろう。そうしてブート2は2人で幼稚園の下駄箱を飛び出しました。2人はカッポ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 歩いていきます。この辺りは幼稚園バスで何度も通ってるから大丈夫。2人はカッポ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 進んでいきます。ほら、あの花畑のそばを通るんだ。2人はカッポ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 山道を降りて行きます。すると右にカーブした遠い先に橋が見えました。ほら、あの橋だ。朝はあれを渡ってきた。
でも、ずいぶん遠いね。そうだね。遠回りだね。ねえ、近道をしようよ。まっすぐこの道を降りていけばきっと近いよ。いいね。そうしよう。二人はカッポカッポ、カッポカッポ、急な坂を降りて行きました。あ、川だ。そりゃ橋があったんだから川ぐらいあるさ。浅いところを見つけて渡ろう。二人は浅瀬を見つけるとバッシャバッシャ、バッシャバッシャ、川を渡りました。よーし、これで近道できたぞー。しかし、坂を登っても道が見つかりません。ずーっとずーっと森が続いています。あれれ？ひょっとして迷子になっちゃった？二人は道に迷ってしまいました。二人はとぼとぼ、とぼとぼ、深い森の中を行きました。怖いね。なんだか薄暗いね。二人はとぼとぼ、とぼとぼ、森の中を行きました。すると、いやー、なんだ、そこにいるのはブーとツーじゃないか。草の葉っぱの上から声がしました。そこにいるのはカタツムリでした。やあ、カタツムリさん、こんにちは。こんにちは。今日はミミちゃんは一緒じゃないのかい？うん、僕たちミミちゃんのお家に帰るところなんだ。ブーが言いました。だけど、道がわからなくなってしまって、ツーが言いました。そうなんだ。このまま坂をまっすぐ降りていくと獣道があるからね。ミミちゃんの家はそっちの方向だよ。親切なカタツムリさんは道を教えてくれました。ありがとう、カタツムリさん。ありがとう、カタツムリさん。二人はカッポカッポ、カッポカッポ、坂道を降りて行きました。そうすると、獣道が見つかりました。これがカタツムリさんが言ってた獣道だね。でも、どっちを行ったらいいのかな？二人は困って立ち止まっていました。すると、いや、なんだ、そこにいるのはブーとツーじゃないか。草の根元から声がしました。そこにいるのはカエルでした。やあ、カエルさん、こんにちは。こんにちは。今日はミミちゃんは一緒じゃないのかい？うん、僕たちミミちゃんのお家に帰るところなんだ。ブーが言いました。だけど、道がわからなくなってしまって、ツーが言いました。そうなんだ。この獣道を右へ行ってごらん。しばらく進むと池があるからね。ミミちゃんの家はそっちの方向だよ。親切なカエルさんは道を教えてくれました。ありがとう、カエルさん。ありがとう、カエルさん。二人はカッポカッポ、カッポカッポ、獣道を
進んで行きました。そうすると池がありました。これがカエルさんが言ってた池だね。まだミミちゃんのお家は見えないね。二人は困って立ち止まっていました。すると、いや、なんだ、そこにいるのはブーとツーじゃないか。池の縁から声がしました。そこにいるのはサワガニでした。やあ、サワガニさん、こんにちは。こんにちは。今日はミミちゃんは一緒じゃないのかい？うん、僕たちミミちゃんのお家に帰るところなんだ。ブーが言いました。だけど、道がわからなくなってしまって、ツーが言いました。そうなんだ。池の向こうに野原が見えるでしょ。真ん中の大きな木に向かって進んでごらん。ミミちゃんの家はそっちの方向だよ。親切なサワガニさんは道を教えてくれました。ありがとう、サワガニさん。ありがとう、サワガニさん。二人はカッポカッポ、カッポカッポ、野原を進んで行きました。野原の真ん中に大きな木がありました。これがサワガニさんが言ってた大きな木だね。まだミミちゃんのお家は見えないね。二人は困って立ち止まっていました。すると、いや、なんだ、そこにいるのはブーとツーじゃないか。木のてっぺんから声がしました。そこにいるのはツバメでした。やあ、ツバメさん、こんにちは。こんにちは。今日はミミちゃんは一緒じゃないのかい？うん、僕たちミミちゃんのお家に帰るところなんだ。ブーが言いました。だけど、道がわからなくなってしまって、ツーが言いました。そうなんだ。野原の出口を教えてあげる。僕が飛んだ方向に進むといい。ミミちゃんの家はそっちの方向だよ。親切なツバメさんは二人の上をくるっと回って野原の出口の方へ飛んで行きました。ありがとう、ツバメさん。ありがとう、ツバメさん。二人はカッポカッポ、カッポカッポ、野原を進んで行きました。野原の出口まで着いたとき、お日様はだいぶん傾いて薄暗くなってきました。あ、あの屋根、ミミちゃんのお家の屋根だ。本当だ。あれはミミちゃんのお家の屋根だ。二人は嬉しくなって、カッポ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 、カッポ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 、走りました。ミミちゃんのお家では、もうすぐ晩ご飯の時間です。弟のちーくんはお医者さんに診てもらったので、熱はすっかり下がって元気になりました。でも、ミミちゃんはなんだか元気がありません。大好きなブーとツーを幼稚園に忘れてきてしまったからです。きっとブーとツーは誰もいない幼稚園で寂しく待っているんだろうな。そう思うと、ミミちゃんは悲しくて悲しくて泣きそうでした。お母さんが用意してくれた
温かいスープも飲めそうにありません。ブーとツーはようやくミミちゃんのお家にたどり着きました。やっとミミちゃんのお家に着いたね。やっと僕たちのお家に帰ってきたね。二人は嬉しくなって、ポッコポッコ、ポッコポッコ飛び跳ねました。でも、どうやってお家に入ろうか。二人は困ってしまいました。すると、よう、なんだ？そこにいるのはブーとツーじゃないか。お家の屋根から声がしました。そこにいるのはフクロウでした。やあ、フクロウさん、こんにちは。ほほほ、もうこんばんはじゃよ。二人だけでどうしたんだい？ミミちゃんはお家の中にいるよ。僕たち幼稚園から帰ってきたんだ。ブーが言いました。でも中に入れなくて、ツーが言いました。ほほほ、そうかそうか。では私がミミちゃんを呼んであげよう。そう言うと、親切なフクロウは羽を広げ、二人の前に降りました。そして小石をつかむと、再び舞い上がり、窓に向かってその小石を投げました。カチン。テーブルに料理が並んだ頃、窓から小さな音がしました。カチン。ねえお父さん、窓から音がしない？ミミちゃんは尋ねましたが、お父さんは気づいていないようでした。カチン、カチン。ほら、やっぱり音がする。私ちょっと見てくるね。そう言って、ミミちゃんは席を立ち、窓のカーテンを開けました。すると、そこにいたのはブーとツーでした。ブーとツー！ミミちゃんは驚きました。お母さん、ブーとツーが帰ってきた！ミミちゃんは裸足のまま玄関を飛び出し、ブーとツーを抱きしめました。自分たちで帰ってきたんだね。すごいね。よく帰ってきてくれたね。忘れたりしてごめんね。でも帰ってきてくれて本当に嬉しい。大好きなミミちゃんに抱きしめてもらって、ブーとツーはとーっても嬉しくなりました。ブーとツーはその夜、ミミちゃんのお家の下駄箱で眠りました。たくさんの仲間たちに囲まれて、それは幸せな夜でした。おしまい。